剣持ひふみの楽曲解説。はい、ということで、はい、第1回目、今回シャープ1シャープ1ですね。ということで記念すべき。はい、第1回目楽曲解説、今回は願いは行さんの楽曲解説をお願いしたいと思うんですけれども、はい、率直に願いは行さんっていうタイトル、はい、なんでこういうタイトルの曲が生まれたのかっていうところから。そうですね、はい、この楽曲が不思議駄菓子屋銭天堂という作品の実写映画版のエンディングテーマで使用していただいているということで、そのままタイアップということで制作が始まったんですけど、その出てくる登場キャラクターの紅子という人がいて、なんかこの年齢不詳で、いろんなちょっと謎大きい人物なんですけど、この喋り言葉がなんとかでござんすとか、なんとかでござんしょみたいな、ちょっと方言混じりの言葉を話す人で、なんかその表現の持つこのなんか柔らかさとか、なんか普段聞きなじみのないなんか不思議な言葉だなみたいなニュアンスがすごいいいなと思っていて、でこの不思議駄菓子屋銭天堂っていう作品が、いろんなその人々の願いを叶えていって、その人がその後いろんな道をたどっていくっていうストーリーになっているお話だったので、願いは行さんっていう、行さんは多分関西圏の方の方言だとは思うんですけど、なんかこの願い事がいっぱいあるよねっていうのをたくさんっていうよりもなんか行さんって言った方がなんかもっと規模が大きく聞こえるなみたいな、そんな気持ちでタイトルにしていました。なるほど。ということは結構歌詞に関しても割と映画とちょっと関連というかからなんかインスパイアされたような歌詞になってるんですか？そうですね、はい。なんか実写の映画を実際に試写を見た後に作らせていただいたんですけど、この子供から大人までなんか幅広い層にこの学びというか気づきを与えてくれる映画だったので、そういう人たちに向けて、歌詞も音楽も聴いたらなんか自分の生活もちょっと見直さなきゃなとか、自分のなんか普段の行いもよくしなきゃなみたいな気持ちになるようななんか歌詞とかいろいろ考えられたらなと思って作りましたね。しかもこれはエンディングで流れる曲ってことなんですか？はい、そうですね。そういうのもなんかやっぱりちょっと歌詞には影響するんですか？映画の最後に流れるっていうところで。そうですね。見終わった後の、自分の率直な気持ちにそうですね、音楽に起こしていって、いろんなことが作中で起こるんですけど、最終的にはよし、なんか明日も頑張っていこうみたいな、いろいろあったけど面白かったな、楽しかったなっていう気持ちにはなって帰ってほしいなというところがあったので、根本的にこうなんかそこはかとない明るさとかはありつつ、そうですね、祝祭感みたいなのがあるんだけど、どこかちょっと不穏な空気とかも流れてるっていうトーン感に調整しましたね。なるほどですね。それはトラックに関してもそういうなんか明るさというかもあるけど、なんかなんて言ってましたっけ、すいません怪しげな感じそうですね、はい、もうあるっていうのはなんかトラックの方でもテーマとしてあったんでしょうか？はい、そうですね。トラックは物語の舞台が少し今より昔のなんか昭和とかの街並みみたいなところとか、駄菓子屋さんがその出てくるっていうお話なので、少しその下町感とか、古き良き日本みたいなニュアンスがちょっとあったので、なんか子供の頃この近所の駄菓子屋さんに行く時の気持ちとか、あとなんか
お祭りの屋台とかになんか水飴を買いに行く時の雰囲気とかを出したいなと思って、ちょっとこの祭り林みたいなドッカ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 っていうビートをまあ基本に入れていこうかなと思って作ってますね。なんかこういうなんていうんですかね、ビートとかジャンルみたいなものっていうのはなんか割と曲作り始めるときに今回はこのジャンルこのビートでいこうみたいな、なんか参考にするトラックとかっていうのはあったりするんですか？そうですね、まあこのちょっと跳ねた感じのガンカガンカっていうのはなんかまあジャパニーズシャッフルビートみたいな感じがして、割となんか暗くならないんですよね全体的に。それがいいなと思っていて、でカニエ・ウェストのブラックスキンヘッドっていう楽曲があるんですけど、その曲のビートもまあなんか近しいものがあって、リズムはすごい明るいんだけど曲自体はなんか暗いっていう、なんか不思議な祝祭感と狂気が混在してる曲で、でこの銭天堂の内容も一見明るそうなこのイラストとかでとっつきやすそうなとこあるんですけど、結構深くまで掘っていくとちょっとこのドロッとしたものも出てくるというところで、なんかカニエ・ウェストの曲ちょうど合うなって思ってちょっと参考にしたりしましたね。いやすごいですね。その相反するものをトラックの中に、ね、両立させるってなかなか難しそうですね。でもまあ多分カニエ・ウェストもそういうところが面白いなと思って曲作ったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なるほどですね。ちなみにこのトラックと歌詞ができて、その銭天堂さんのスタッフさんだったりとか、なんかその映画を作ってらっしゃる方とかとの何かこうやり取りみたいなものでなんか印象深かったこととかエピソードとかだったりしますか？そうですね、まあ映画を見た後に中田監督と対談する機会とかもいただいたりしたんですけど、なんかそこですごいまあ僕自身で話をして印象に残ってるのが、このまあ駄菓子を食べてで願い事が叶うっていうお話なんですけど、なんかやっぱ駄菓子のこの魅力と、駄菓子なんかそんな食べちゃダメなんだよねって背徳感のこの相反する感情って、なんか願い事叶えてそれをに対するリスクみたいなのとすごい似てますよねみたいな話をして、いや面白いなって思って結構話が弾みましたね。子供の頃なんか駄菓子って親からするとなんかそんなにお菓子ばっか食べちゃダメだよみたいな言われるじゃないですか。でもそういうのを知りつつも食べる駄菓子がだからうまいみたいな。だからやっぱね、食べちゃダメとかもう今日はこれ1個しか食べれないみたいな渇望感がなんか願い事を叶える、なんかそのねこのリスク背負う感じとかとなんか似てるんだよなと思って、ちょっとノスタルジーに浸ってました、はい、でも面白いですね。そういう映画の中でもこうとか元々の作品の中でも描かれているこう相反するそういう世界観みたいなものをこう楽曲にもちゃんと落とし込んでるっていうのはなんかそうですね、作品の理解がないとできないですもんね。なんかでもまあそのもともと相反するものを共存させるみたいなのは結構自分が好きなのかもしれないですね。ちなみにこの曲の中でなんかここは実はすげえこだわって作ってるから実はちょっとここ注目して聴いてほしいんだよねみたいなポイントありますか？はい、そうですね、落ちサビのところの尽きることない過ちや隠し事、夢の儚さを君と語り合えたらみたいな、そこのところがなんか割と急にトラックがスッと静かになって、
で歌羽のこのね歌声もちょっと切ない感じになって、なんかあそこの儚さとこのどんちゃん騒ぎしてる祝祭感みたいなものの対比が結構僕は好きで、あそこをなんかみんなにいろいろ考えを巡らせながら聞いてほしいなって思ったりしますね。はい、ありがとうございます。はい、はいということでね、じゃあここから雑感ということではいね、ね、そうなんですよ。うんだから普段最近全然駄菓子を食べてなくって、はい久々にそういうそうコンテンツと触れたんですけど、はい、子供の頃って何の駄菓子が一番西澤さん好きでしたかね？駄菓子難しいですよね。何をもう駄菓子なのかもいまいち定義が分かんないっちゃ分かんないんですよね。そうですよね。でもまあ僕的にはあれですね、スーパーなんでしたっけ、今もコンビニで売ってる50円ぐらいのチョコ長いやつ、スーパービッグチョコ。あれスーパービッグチョコって名前でしたっけ？ああでもなんか板状のやつ。板状のああすごあれい一番高いですよね。ですかあれは大人になってから食べるようになりました、へえ。だからちっちゃい時は自分で買えないじゃないですか、やっぱり。確かに駄菓子家にあるものに左右されてたからうん何食べてたのかあんま記憶ないんですけど、ありますよ、ケンさそうっすよね。いやで50円のやつは確かにん。はい10円のもの5個とかにしちゃいますよね。なんか数欲しくなっちゃいますそうよね。なんですよ、ちっちゃい時は。そうだからまあ、確かにねベーシックでいくとうまい棒とかはうまい棒確かにね。うまい棒美味しいですもんね。僕パンダのはい絵がキャップに書いてあるはいヨーグルトあるじゃないですか。ありますね、ヨーグルト。あれがやっぱ子供の頃好うんきだった記憶ありますね。木のなんかヘラみたいな。そうそう、木のヘラでこうやって食べるやつ。あれ10円でしたっけ？あれ20円ぐらいだったと思いますね当時。でもやっぱりあの時10円ベースでやっぱ考えますよね。そうですよね。だからガムとかなんか丸い飴はい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 。とかになっちゃうんですよね、当たり付きのやつどんぐりガムとかね。そうですそうです。泡玉みたいなのとかね。そうですそうですそうですよね。いやでもそのヨーグルトをはい大人になってから食べたら、はいあんま美味しくないあんま美味しくないし、はいこれなんで常温でずっとこれが保存されてるんだろうなみたいなのが結構怖くなりましたね。ヨーグルトなのがもう分かんないですよね、なんか。いやヨーグルトじゃないですよねあれね。絶対ヨーグルトじゃないですよね。何なんでしょうね。でもあとはあれじゃないですか、やっぱりよっちゃんイカとかよっちゃんイカね。はい、あと何でしたっけ、10円でなんとかカバベみたいなやつ。なんとかさん太郎ですか。なんとかさんなんとかさんそうあれはね、あれは大人になってからでもうまいですね。そうですよね、あれなんかおつまみに。そうよっちゃんイカとかね、なんか大きめのパックのやつもありますもんね。ありますね。そう食べちゃうんだよなーってね。確かに楽曲制作しながらつまんだりをしないんですか？昔はそれこそなんかのしゆめさん太郎とかすごい。のしゆまさん太郎。のしゆめさん太郎そんなのありましたっけ？ありますね。ちょっと柔らかいんですよ。で酸っぱいスイカの感じですね。あれとか結構好きでしたね。あれは多分大人になってからでもお酒のあてになるんじゃないかなっていう気はしますけど、最近は確かにあんまり食べてないかも。意図的にやめたんですか？そうですね。意図的にやめたってわけじゃないけど、だんだんまあ機会が遠ざかっていきましたね、やっぱり。コロナ前後ぐらいの時はまだ結構食べていらっしゃるイメージあったんで。結婚する前結構なるほど。そうですね。もう適当な生活してる時は食べてたかもしれないですけど、最近はまあ確かにそこで控えるようになってたかもしれないですね。ちなみにこの銭天堂はそういう駄菓子がいっぱい出てくるんですか？そうですね。いろんな効果がもたらされるのが、なんか山缶詰とかね、あと水飴が出てきたりとかね、あとサブレ
サブレサブレ、ハトサブレみたいなやそうですね。つ、クッキーみたいなやつですか、サブレって。クッキーとサブレって何が違うんでしょうね。もう分かんない。確かになんかサブレって言われると確かにハトしか出てこないし、そうなんですよね。他にあんま聞かないですね。そうですよね。そうなんですよ。でそれとこの銭天堂とはい。この対立してるたたりめ堂っていうお店があるんですけど、はい。やっぱねなんかこの銭天堂の方がまあ正しいお菓子みたいな感じで、たたりめ堂の方がちょっと邪悪なお効果強めのお菓子なんですけど、はい。なんかねこの食べてる描写がたたりめ堂の方がなんか美味しそうなんですよね。そうこれもちょっと中田監督の作戦なんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱ効果強くて願いが叶うやつの方がよりこのなんか美味しそうな見た目をしてるみたいな、なるそういうの考えていらっしゃったんじゃないかほどなとねね。思ったりしたんですけどね。面白いですね。いや、なんかこのチラシもなんか確かにこうちょっと邪悪そうな背景なのとなんかすごい明るい感じのと分かれてるんで、そうですよね。そうですね。確かにこのあんこみたいなやつすごい美味しそうだな。そうなんですよ。手が込んでるんですよね、たたりめ堂の方がそんな言い方しちゃうとあれですけどね。こっちの方がでもちょっと高そうだな。ねえ、子供の頃の駄菓子屋さんになんか20日大根とかもしたじゃないですか。とか2020日大根じゃないか、ピンクっぽいピンクっぽい大根ありましたね。とか、あとすもも、なんか果物系とかでね、野菜系は僕あんまり惹かれなかったんですよね。なんか家のご飯でも食べれそうだなと思って確かにもっとなんかジャンクな感じ。そうもっとなんかチョコとかはいスナックとかの方がいいなって思ってたんですけど、意外とね絶対すもも買ってたみたいな人もいたりするからみんな違う道をたどってたんだな。確かにね。よくあったじゃないですか、ちびまる子ちゃんとかでも300円で遠足のお菓子。ああ、そうですよね。そこの使い方でもやっぱり、ね、それぞれの人の違い出ますもんね。300円で作れる俺の最強デッキみたいな感じ確かに。そうですよね。であれをね自分の戦力にしてで遠足に行ったら交換するっていうね、これと交換しようよみたいな。いや、ああいう楽しみ方ちょっとできたのは良かったですよね、ちっちゃい頃。そうですよね。今なかなか買えないですもんね。確かにな。300円だぞ。300円であれだけの夢は買えないですよね。ですよね。深いな。駄菓子深いですね。はい。もう雑感が全部駄菓子の話にしちゃったんですけど、ね、まあでもこういうところもね、まあトークコンテンツの魅力ですからね。確かに。はい。まあということでね、シャープ1ということでね、まあ願いは量産も語ってきましたけども、はい。まあ、次回もねこういう感じで動画コンテンツ続けていこうと思っております。今回はありがとうございました。